親分せっかく両国まで足伸ばしたんですからね、ちょっとお兄弟湯覗いてきません？兄弟湯？それはなんだ？やだな親分、今評判のお経知らねえんですか？評判のほら兄弟湯見てごらんなさいよ。花魁姿の艶やかなこと、立てば芍薬、座ればボタン、八の字踏んで歩む様子の色っぽさとき恥、よだれが出てるぜ。人呼んでお兄弟湯。姿形は分かったが、肝心の芸はどうなんだい？小屋掛けで銭を取るからには何かお得意の芸はあるんだかそれが親分大ありなんですよね。一歩二歩八の字踏んで立ち止まり、延然と延然と？ごめんなさいよ。ごめんなさいよ。ごめんなさいよ。失礼します。侍の表芸だ。それを子供魂の見せ物にしよって、これから本物の余興を見せてやるわ。今度はど真ん中にお見舞いするぜ。水家も度が過ぎますぜ。毎日手元が狂えば人殺しだ。そうなりゃ旦那もただじゃ済まねえ。まあ今日のところはおとなしく引き上げておくんだぜ。貴様、おかっぴけ風情が指図する気か。これ以上ことが荒立ちゃおたげ引くに引けなくなるやつぜ。どうなぜやつ？おかっぴきを切るには人目が多すぎる。命拾いしたな。親分さん、危ないところをありがとうございました。太夫、礼ならあっしにも言ってもらいてえな。親分が運よく居合わしたのはあっしのおかげなんですから。いっぱい一銭形一親分。男だったら一つにかける、かけてもつれた謎解く。誰が呼んだか誰が呼んだか銭形平次、花のお江戸は800夜城。今日も決めての今日も決めての銭が通る。 お
お松さんどう？少し派手かしら。そんなことはそのご器量なら。私なら一番高いの選ぶね。後で質入れするのにいいもの。いやね。あら。それは男物ですが。おやしやん。せっかく親分がお奉行所からいただいたお手柄金で。おしず。俺が安心して外で働けんのもおめえの内助のおかげ。言ってみりゃおめえのお手柄金でもある。着物一枚も作んなって言ったんだろ。こちらに決めた。でもお松さん、このことはうちの人には内緒よ。はいはい。よくできた女房でございますよ。おしずさんは。どうなった？美しい方。あ、明神下の平治親分のおかみさんで。はい、ごちそうさん。おそばつさん。おいハチ、もうちょっと可愛げのある食い方できねえのか？だってあっしもね、お兄弟と差し向かいあったら少しはおつに構いますけど、あんな親分や姉さんの前だったら今さらちげえね。お兄弟湯っていうとお京さんっていう人のことかしら。いえね、今日越後屋さんの前で挨拶されたの。お前さんに助けられたお礼をくれぐれも伝えてくださいって。何かあったの？いや何、たまたま居合わせただけさ。それもハチに引きずられてのことだから礼はハチに行った方がいいな。ハチゴロ親分。そうです。あ、姉さん今度お京さんに会ったらその通り伝えてくださいよ。はいはい。それにしても妙に影のある女だったな。ただの小屋芸人とは思えねえが。何のつもりだ。姿を見せろ。旦那様、どうなされました。何があったんです。笛がそういえば笛の音が聞こえていたような。旦那様、この女帯は。旦那様、大変です。蔵が盗っ人に破られました。何？蔵が。おいまさか。そんなバカな。おう、何やってんだ。いいね、親分。なんだか笛の音が聞こえてるような気がしたんですよね。やっぱり岡倉の清吉だ。笛の音ばかりか太鼓の音まで聞こえてるんじゃねえのか。おまけに三味線の音がついて
おめえの頭の中はお祭り騒ぎだろうが、二日酔い三日酔いだ。情けねえ子分持っちまったもんだぜ。いけねえ、俺まで聞こえてきやがった。なんだ今な。三日酔いが目に来やがったかな。親分。ひふみ。親分5つ。5000両か。おう、主は寝込んでんのか。今朝方からずっと。おう、皆何か手がかりは見つかったかい。手がいるようなことがあったら何なりと言ってくれ。銭形殿、これは俺の山だ。脇から出てきてさらうような料金を起こすんじゃねえぞ。まあ長い付き合いの俺とおめえだ。隠し事もなるめえ。そうか、ありがとうよ。盗まれたのは金だけだ。俺が駆けつけてきた時にはご覧の通り千両箱がみんな空になって転がってたよ。ひふみよ、5つも。これはと遠くんだ押し込みですね。しかし皆ゆうべおめえさんが出会った賊は一人だってことだったな。そうよ。鞍馬小僧ただ一人。奴が頭だな。鞍馬小僧。いやネズミ小僧とか稲穂小僧とか名前のつく泥棒多いですけど、鞍馬小僧ってのは初めて聞いたな。親もそんなやついました？初めて聞くな、当たり前。俺が名付け親だ。いいか、夜中に横笛を吹いて通り過ぎる身軽な野郎っつったらほれ鞍馬山の牛若丸を思いつくじゃねえかな。それで鞍馬小僧。瓦版屋もいい名前だって褒めてくれたぜ。まあ23日もすりゃ江戸の町は鞍馬小僧の噂で持ちっきりだ。奴の名が上がりゃつかめたこの箕輪の万七の名も上がろうって寸法だな。旦那様、あの触れの音はひょっとして今評判の鞍馬小僧では。どうぞ調べろ。はい。旦那様、早く行け。はい。また笛か。それじゃ今度の巴屋の一件も同じ星と見ていいな。土蔵には空になった千両箱が3つ。いや、それだけの金をどうやって運び出したのか今度も見当がつきやせん。盗人が自分の仕事を自慢するために現場に何かの証を残すのはよくある話だ。笛ってのは気に入らねえな。まかり間違いやその場で捕まっちゃうよ。そんな危険を冒してまで笛を吹くた。これはひょっとしたら酒屋も巴屋も何か笛に絡んだ因縁があるとおっしゃるね。思いつき。まあともかく酒屋と巴屋の過去を洗ってみよう。俺の患者、その笛の音の流れる夜がもう一晩ぐらいありそうな気がするよ。それもそう遠くないうちに。遠くねえうちにですかい？
おう、お京さん。先日はろくにお礼を申し上げることもできないうちに失礼いたしました。今日は買い物だね。はい。よろしかったらお礼方々その辺で。ありがとうよ。せっかくだが御用反対でな。気持ちだけもらっとくよ。今評判の蔵間小僧をひっ捕まえないことにはね、のんびりできないんでさ。気を悪くしないと怒んなせよね。パラパラ喋んじゃねえよ。それじゃな。蔵間小僧。笛の音が聞こえたのは確かこの辺りだったな。あっち評判の蔵間小僧ってのはおめえさんかい？今夜は正体を拝ましてもらう。どうしちゃってんだ。またおめえさんじゃねえ。蔵間小僧だい。蔵間小僧。
でも巻いたから大丈夫だよ。祝儀はどうだったい？見込んだ通り手応えがあったよ。酒井屋、巴屋、港屋、あの3人が私の探してたやつらに違いない。これからどうするつもりだ？やつらの昔の悪事を日の目にさらしたその上で生きてたことを後悔させてやる。手伝ってやるってんだがこのざまじゃな。颯の六蔵と二つ名前で呼ばれた昔のようには働けねえ。何言うのおじさん。おじさんが拾って育ててくれなきゃ今の私はないんだもの。もうそのことだけでもどんなにありがたいと思っているか。それにやつらの一人を覚えていてくれたおかげでやっと父や母の恨みが晴らせる。だがなお京、なまじ俺がお前を拾わなきゃ今俺お前はもっとしっかりした幸せを掴んでいたかもしれねえ。盗人家業からはとうに足を洗ってるよ。この一件が済んだらもう夜働きの衣装を着ることもない。それにしても腹が立つね。鞍馬小僧が盗んだことにされた何千両の金なんてもともとなかったんだからとんだ濡れ衣に着せられたよ。きっと何か企みがあるに違えねえ。そいつが分かって逆手に取りゃ奴らを逃げ場のねえ地獄に追い込んでやれるんだが。酒井屋、巴屋、港屋。ハチ、あれは巴屋のバンドじゃねえか？ああ、そうですね。重そうな荷物抱えてあんた。あ、親分、もしかしてあれは千両箱の中身じゃ。何やらつけられてると思ったらこれは銭形の親分さん。なんでございましょう。あ、ところで鞍馬小僧の手がかりは？そいつがどうも思うようにはかどらねえんだ。ところでこの荷物は何なんだい？お地蔵さんで。地蔵さん？はい、旦那様から沼にでも放り込んでこいと言いつかったんでございますが、なんといっても仏様捨てるに捨てられず一層無縁仏のそばにでもお供えしようかと思いまして。ちょいと見せてもらえねえか？はい。親分、こいつは。これは泥絵の具だな。はい、私もあの晩ちらっと見た時には血まみれのお嬢さんが置かれているのにはゾッとしました。あの晩？鞍馬小僧が押し入った晩でございますよ。旦那様のおねまの床の間に。おいおい、ちょっと待ておろ。そんな話は誰からも聞いちゃいねえぜ。旦那様がお調べには土蔵のことだけ話せばよい、他は関係ない、余計なことはしゃべるなときつく口止めされておりまして。親分さん、今の話は聞かなかったことに。こいつ預かってもいいかい？でも。いや、捨てちまったってことにすればいいんだろう？はい。おい、ハチ。
帯持って物に疲れたように目据えて。そうだな。よし払っといたからな。その下働きが旦那が庭の片隅で女帯を焼いていたのを見たってんだな。鞍馬小僧が押し入った晩に女帯をひっつかんで庭に飛び出し、物に疲れたようにこうじーっと空に目を据えている正左衛門の姿を店の者は大勢見てるんださ。しかもその帯はスパッ刃物でそがれたような形をしてたとこで。またこれやろ。待てこら。おいおい、何これ。おい、どうしましたよ。犬が庭を荒らしてしょうがねえんで。庭に植えたものを何でも食えやって。親分、これはぶっさぎ羽織。武士の羽織るものだよ。血じゃねえですかこれ。これ血ですか。誰がこんなものを。女帯に例の石地蔵。ああ、これなんだか変な暗示もんですね。こいつが港屋から出てきたってことは。酒井屋、巴屋、港屋、いずれも代々の老舗ではない。15年ほど前、同じ頃にそれぞれの当主が店を起こしている。前歴は分からぬが、各地に相当の資金を持って江戸へ流れてきたようだ。とりあえずこれだけ平次に伝えるようにと並木さんから頼まれた。なるほど。この鞍馬小僧の一件には十数年前の因縁が深く絡んでる。そう見込みがついただけでも収穫でな。どうも聞き物なんだ。ちょっと来てください。死体が上がったんで。平次、聞き物の人か。つぶれが岩に引っかかってるところを見つけた。歴史ですかい。こいつが溺死に見えるかい。お京太夫の。お京太夫？いえ、両国広小路で評判の女芸人なんですがね。こいつによく似た公害仕込みの手裏剣を使ってるんですわ。ではそれが欲しか。さあ、そいつは職人ですね。平次、何か噛んでんのか。翡翠のサイコロですね。翡翠？いくらお金になる仕事だからってそんなことになるなら止めりゃよかった。おかみさん、仕事と言ったが一体ご亭主の辰五郎さん何をしていなすった？わかりません。前金に20両もらったから私にくれて2月ばかり留守にする。何も聞くなって。もうそろそろ2月帰ってくる頃だと心待ちにしてたのに。いつも一人仕事だったのかい？いえ、普段は仲間と一緒なんですけど、この人からくり仕掛けが得意なんです。そんな仕事の時はいつも一人で。特に出入りしていたお店かお屋敷があるかい？はい。海鮮問屋の港屋さんなどはひいきにしてくださっていたようです。港屋？あれ、港屋といやついこの間
鞍馬小僧が押し入ったという海鮮問屋でございませんかい？港屋か。おう。あ、このサイコロに見覚えねえか？それは気の毒な。あの辰五郎がね。そういえば月に2度3度は顔を見せていたのがこの2月ほど姿を見せませんでした。どこで何をしていたんでしょうな。それじゃあこの細工物にはお心当たりはござんせんかい？拝見。おお、よくできておりますな。どこで手にお入れなすったんで？死んだ辰五郎がしっかり口の中に含んでおりました。いや、おそらくこいつは何か手がかりを残すつもりだったんでしょう。ではそのサイコロには恨みがこもっておりますな。せっかくですが心当たりはございません。そうですかい。あれは槍の突き跡でございますね。おお鞍馬小僧が忍んだば惜しいところで突き損じてしまいました。辰五郎が来たら直させようと思っていましたが他の大工を探さねばなりませんな。投げしに槍ね。ああ、荒くれの船乗り相手の商売です。用心のため手ほどきを受けたことがありますが町人の生病法ご覧の通り何の役にも立ちませんでした。親分さん、これでは私がお調べを受けてるようでございますね。こいつは申し訳ねえ。つい目明かしの癖が出ちまって。それじゃこれで。ご苦労様でございます。ごめんなすって。亡くなった翡翠のサイコロが平次の手に渡ったとは面倒なことになったな。奴ら嗅ぎつけるだろうか。くそ、辰五郎の死体を改めなかったのはおかずだったが平次がいくらサイコロを転がしても捕物すごろくの上がりにはまだまだ遠いわ。それより急がにゃならんのは鞍馬小僧の始末だ。平次が辰五郎殺しの凶器を追えば鞍馬小僧に行き着くはずだが。くそ、俺たちの過去を知ってるやつは何者だい？鞍馬小僧に行き着くには平次をそれとなく。これは銭形の親分さん。いや、勝手にへり込んですまねえ。ちょいと聞きてえことがあってな。お前さん辰五郎って大工をご存知かい？いいえ、その人が何か？殺された。こいつが凶器だ。親分、これは。おめえさんが使っている公害仕込みとそっくりだ。なくしたとか盗まれたとかそういうことはなかったかい？さあ、お待ちください。大事な道具、万一のためにともう一組用意してございます。一本足りない。
親分、まさか私がその辰五郎さんとやらを刺したと？いや、まだそこまでは言っちゃいねえ。だがこの凶器がおめえさんとこから出たっていうことだけは確かだ。おめえさん以外にこの一組がここにあるってことを知っていたのは？親分、そのことなら誰よりあっしにお尋ねになった方が。おめえさんは？小屋番の六蔵と申します。道具はもう一揃えやったが、別に太夫が隠していたわけじゃなく、それにこんなむしろがけの小屋なら、その気になりゃ誰だって勝手に出るができやす。おう、銭形のやっぱりここか。よし、あとは俺に任せろ。大工殺しの下手人お京、神妙にしろい。間違いもそれは違う。うるせえ。親分が親分なら子分も子分だ。鼻の下長くしやがって。俺なんざな、星名の旦那から凶器は公害仕込みと聞いた途端ピーンときたんだ。まあ、ちょっと待ってくれよ。凶器は確かにお京さんの持ち物だ。だがな、持ち出せるやつはいくらもいるってそこのとっつぁんが言ってるんだよ。それに太夫が下手人だとしたら自分で手帳を残すなんてことは考えられねえ。こいつは太夫を下手人に仕立てる罠かもしれへん。なるほど、親分、そいつは理に合ってる。理に合ってるだ。だったら一体誰が罠仕掛けたんだ。さあ、お京さん、おめえさん恨みを持たれてるなんて心当たりはねえかい？いいえ。こいつに見覚えは？いいえ。おお、これが例のサイコロか。ふん、こんなものを使う賭場はねえぞ。とすると縁起担ぎの遊び人のお守りか。よし、この界隈の博打打ち片っ端から締め上げてやる。お京、今日のところは銭形の顔立てて見逃してやら。おう。どっかで見た顔だな。親分さん、それは何かの思い違いで。清吉、行くぞ。片っ端から賭場をね。鞍馬小僧はお京太夫。おめえもそう思う？はっきりは言えませんけど。親分、どうやら調べがつきやした。腕のいい玉の細工師っていうとここにあげた連中ぐらいらしいんで。おお、この連中がサイコロを作る名人たちか。これが何か？殺された仏が口に含んで噛み締めてやがったんだよ。殺されたって誰がです？辰五郎って大工だが、おめえさん知っていらっしゃるかい？いえ、知りません。それにこのサイコロは私の細工したもんじゃございません。どうぞ他を当たってみてください。妙だな。他の細工師にも当たってみたんだが、これだけのものをやっつけるのは四谷左門町の宇之助を置いて他にはねえ。みんなそう言ってやぜ。いえ、私はお役に立ちません。どうぞお引き取りください。そうかい。邪魔したな。おや、あち。へえ。親分、サイコロは奴が作ったんで捕まえて吐かせましょうよ。奴は怯えてた。どう動くかそいつを見届けてからでも遅くはねえだろう。今明神下の平次が。話は裏で聞いたよ。だが
これは一体どういうことですか。旦那がサイコロをなくしたんで同じものもう一つ作り直せってそう言ったんでしょうね。亡くなったサイコロがどうしても殺された男の口。よくしゃべりやがんな。しまった。おい室助、誰にやりたい。港屋今度の占領博打にも裏は港へ気ぃつけろ。港屋占領博打。占領博打。宇之助は確かにそう言ったのか。占領博打、占領博打。並木さん、占領博打って何ですか。博打にのめり込む連中ってな、下々のものばかりと限らない。高貴なお方の中にも一天地六歳の目に運をかけるのがもう何よりもお好きな方がいるんだよ。大名、公家、旗本、豪商、そこらで開かれてる賭場へ出入りするには身分に差あるし、第一金の桁が違いすぎな。そんな連中がお互いに呼び合って大きな賭場開いて憂さ晴らしてるって話は聞いてる。まあ千両箱一つのお供がなきゃそこの盆には座れねえね。それで千両博打。なるほど。それで特別扱いのサイコロか。貧乏人には腹の立つような話だな。その賭場にはとてつもねえ金が集まる。宇之助の言う裏ってのはその金を狙っての企みごっちゃありませんか。それには大工の辰五郎の仕掛けが必要だった。用済みになった辰五郎は口封じに殺された。今和の際に辰五郎は言葉じゃ伝えられねえ秘密をこのサイコロに託したのかもしれない。場所はどこだ。辰五郎のひいきは港屋、宇之助も港屋の名を挙げやした。港屋は向島に大きな寮があるやつ。隠れ賭博の舞台としちゃ申し分のねえところで。いつなんでしょう、ご会長は。春なら花見、秋なら月見と何かの名目の集まりになるだろう。ま、心当たりを当たってみよう。はあ、それまでに港屋が抑えられたらな。一見落着なんだが証拠が足りねえな。お平次、どこ行くんだ。ちょいと古い手配書を調べてみるやつ。平次め、また何かひらめいたな。俺だよ。これは
銭形の親分。どなたかのご供養ですかい？はい、父と母の命日でございます。父は笛の名手でございました。おお。お位牌から察するとお京さん武家の出だね。17年も前の話でございます。今はしがない小屋芸人のお京、宇治素性などという難しいことは忘れました。宇治素性は忘れても忘れることのできねえ思いが今の笛の音にはこもっていましたよ。17年前の今日、ご両親がどんな事情で亡くなられたか話しちゃくれませんか？親分さん、お京さんは忘れたと言ってるんだ。いくら親分でも人の心の中の癒えた古傷を無理に押し開こうとするのは無法じゃございませんか。引っ込んでろい、疾の六蔵。どうして俺を？奉行所で調べたら出てきたぜ。とつぁ、おめえの古い手配書だ。今さら古傷を暴く気はねえよ。だから邪魔しねえでくんな。親分、じゃあお京さんを何のために調べるんです？あれだよ。おい八、いつまで鞍馬小僧を気取ってるんだい。へっ。お京太夫、すまねえ。勝手におめえさんのつづらかきまさせてもらって、こんなものが見つからなきゃいいなと思いながらね。お京さん、おめえさんが鞍馬小僧だってのっぴきならねえ証拠は、今吹いていた笛の音と港屋が荒らされた夜おいらの耳に止まった笛の音とはぴったり重なる。つまり鞍馬小僧はおめえさんだってことさ。そう当家は言ってないはずだ。もう
大丈夫だ。ここまではおっちゃけべ。とっつぁん、少し様子を見てから医者を呼んできてやる。無駄なことはしねえ方がいい。どうやら年貢を納める時が来たようだ。だが親分さん、今のは一体どこの誰なんです？なんでお京さんを。鞍馬小僧が目障りになった連中だろう。お京さん、正体がバレちまった以上、隠し立ては無駄な犠牲者を出すだけですぜ。さあ話しておくんなせ。17年目、一体何があったんです？父は北陸の猿藩の勘定方でした。ふとしたことで同僚3人が莫大な藩金を使い込んでいることを知りました。博打に血道を上げて注ぎ込んだ挙句の悪行でした。腕も立ち悪知恵にも長けた3人は父に横領の罪をかぶせようとさえしました。思い余った父は江戸屋敷のご重役に訴えようと母と私を連れて出奔したのです。いいな。その笛、今この時からそなたのものじゃ。いかにも小室十兵衛、佐々木孫七、砺波正左衛門。死ね！死ね！死ね！奴らに積年の恨みが今でも生きてるってことを思い知らせるために帯に地蔵、羽織を突きつけて笛を吹いた。親分さん、どうかお京さんを見逃してやっておくんなさい。お京さんピタ一文盗んじゃいねえんです。そいつは俺らにも分かってる。千両箱は3軒とものっけから空っぽだった。親分、もう少し時をください。きっと戻って親分さんのお縄を受けますから。いけねえよ。おめえさんの気持ちが分かった以上野放しにはできねえ。裁きはお上に任せるんだ。親分、何しゃべんで。お京さん逃げるんだ。早く。お母さん、やめるんだ。親分さん、ごめんなさい。おい、六蔵、六蔵。親、すまねえ。
った負けたよとっつぁん。堺や巴や港や土蔵はみんな空っぽか。ええ、おととしの米の思惑買いに揃って大損してからっていうもの、台所は火の車だそうで。千両博打の賭場を舞台の荒稼ぎ。こりゃ乗り出す動機は十分だぜ。でご会長の日取りは？明日。名目は茶会。辰五郎がどんな仕掛けを仕組んだか、そいつが問題ですね。入ります。どうぞ。さあ入りました。さあどうぞ。はい、正月ないか、半月ないか。はい、正月ないか。はい。さあ、どうぞ。半月ないか。ございませんか。今日一つ足りません。一つ。長半駒揃いました。勝。勝。二億の長。長と出ました。はい、長と出ました。壺。二六の長かぶります。入ります。どうぞ。さあ入りました。さあ入りました。はい、長方ないか、半方ないか。はい、長方半方ございませんか。長入ってますよ。長方ございませんか。入ってますよ。長。長ございませんか。揃いました。勝。勝負。三人の半、七品の半。三品の長、四六の長、しぞろの長。勝。ピンゾロの長、長と出ました。はい、長と出ました。壺。ピンゾロの長かぶります。入ります。どうぞ。さあ入りました。さあどうぞ。思想の半かぶります。入ります。どうぞ。さあ入りました。さあ入りました。はい、長方ないか。長方ございませんか。はい、長方ないか、半方ないか。
これで江戸ともさらばか。運び出せ。はい。おい。へい。鞍馬小僧か。手の込んだ嫌がらせをしてくれたが、どうやら正体見抜いたぜ。あの時死に損なった武田栄之進の小娘だな。姿を見せろい。平次貴様港屋ジタバタするね。てめえから旧悪を吐いてくれたな。ご法度の博打にうつつを抜かし、罪もねえ人たちを殺して突っ走った悪の道も、どうやらここいらが行き止まりだぜ。おう港屋、千両箱を運び出す水路には奉行所の手が回ってる。お宝を運び出す手立てはねえ。ああ、神妙にお名を頂戴しろい。ほざきよって切れ切りせい。父と母の敵。右京さん。旦那、これみんな本物が入ってるんですかね。万事急げ。おい急げ。千両博打か。あ、急げ急ぐんだ。力士、先行くぞ。頼んだぞ。急げ急げ、触れ出した。お京さん。親分、死ぬのは鞍馬こそやっとただのお経に戻った女のお経に戻れた。
並木さんが上で待ってる。並木の旦那。おう。逃げ足の速い野郎どもだ。誰かがご中心に及んだらしい。来てみりゃこのありさまよ。サイコロの手慰みが明るみに出りゃ軽くて家財没収、重けりゃ遠投だ。まあこれに懲りて二度と博打に手を出してくれなきゃいいが貧乏同心の気になるな。千両箱の行方の方だ。まあ幕閣のお偉方が適当に選んでくださるだろうよ。お前さん、買ってもらった着物ができたわ。そうかい。秘密秘密と隠していたがとうとうできたか。どんな柄だよ。あ、早く着てみせろ。私には着られないの。あ？着られねえものなんでかあんだよ。あら、これおめ。さあ、立って立って。おい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 。いやすまねえな。ありがとうよ。あららららららら。これは目の毒だ。ハッさんにも新しいの。足にも。これいい柄だ姉さん。これ嬉しいな。あとはお二人どうぞ水入らずで。気が利くってのかな。おい、しず、逃げなくたっていいじゃねえか、お前。おい、おい、おい、おしず。かけるかけてもつれた謎解く誰が呼んだか誰が呼んだか銭形平次花のお江戸は800夜町今日も決めての今日
今度は霧雨だ。あ、親分。おじいさん。いや、傘がないなら私のお使いなさいな。いや、あるんだ。ああ、おしずさんを待ってんのかい。羨ましいね。湯屋の前で待っててくれるような亭主、私も持ちたかったよ。ごたごた言ってねえで、おしずね、早く湯から上がるように言ってくれ。あら、お金さん。お待ちかね。はい、のぼせちゃったよ。ごめんなさいました。最高。お。どうしたい？喧嘩です。早く止めないと殺し合いになってしまう。お前、どこだい？やめろ、こっちは。何すんだ、この野郎。俺は神田明神下の平次ってもんだ。利のある喧嘩ならその言い分を聞こうじゃねえか。銭形、命拾いしたな。覚えてやがない。二度と富士山に手出すな。今度やったら殺してやる。さあ、殺してやるは穏やかじゃねえな。すいません。私があの男の口車に乗ったためにこの人が私が悪かったんです。ありがとうございました。小四郎さん。なんで先に帰ってろって言ったじゃねえか。でも心配だったんですもの。若え娘を争って惚れた腫れたのいざこざだろう。このままで済めばいいが。お、行こう。おう、エディ。おしらの旦那、朝早くからご苦労さんでございます。なに、俺のはたまたま奉行所に泊まりだったんだ。うなぎの仕掛けを取りに来たガキが見つけた。こいつはなんだ。心当たりがあんのか。ええ、名前は知りませんが、2日前の晩、取っ組み合いの喧嘩の仲裁に入りやしてね。それじゃその喧嘩相手は下手人だ。親分、この山先は見えましたね。そうことがうまく運びゃいいが、ゆんべの雨が上がったのは夜の4つ過ぎ。身につけてるものが乾いてるとこを見ると、やられたのはその後のようでございますね。うん、その頃だろうな。多分こいつの持ち物か、その傘もすぼまって転がってた。ハジ、調べろ。傷は合い口のようなもので背中から一突き。争った様子はね。ハジ、傘に証あるかい？いえ、ごくありきたりの蛇の目傘で。星名の旦那も俺は朝弱いっての分かってたろ。現場どこだ、現場。現場。この野郎歩きながら眠りやがって起きろ。バカ。まったく情けねえ子分持っちまったもんだ。お。お前し、関地から聞いたが、下手人をあげたそうだな。本星なら上出来だ。この箕輪の万七、伊達に10手は預かっちゃいません。こいつは下屋で傘屋やってる彦次郎って野郎で。おや、来ました。来たか。おう、しぶとい野郎でね、知らねえやってねえの一点張りだが、仏を前にしちゃ白もきらめえ。いや、宗助。おお、
おめえの殺した相手ってのは安助ってのか。俺はやってねえ。銭形の親分、助けてください。殺しなんて身に覚えはないんです。知り合いか？さっきお話しした健太郎。相手か？動機は十分だな。銭形の親分、確かに私は親分の前であいつを殺してやるなんて言っちまった。でも殺しちゃいねえ。それじゃあ聞くが、ゆんべ雨が上がった頃、おめさんどこにいなすった？ゆうべはたまたま知り合った相手と行きつけの屋台で飲み始めたのは覚えてるが、その後は真っ白にもやがかかったようで何にも思い出せねえ。気がついたら夜も明けて、私は河原で血のついた合い口を握ってた。おう、白いもやだか黒い霧だか知らねえがな、赤い血の雨が降ったのは確かなんだ。そんな言い訳が通るほどお裁き甘かねえぞ。お藤、信じてくれ、俺じゃない。信じるわ。あんたにはそんなことできる人じゃない。いい加減にしろよ。信じる信じねえはそっちの勝手だがな、おしられの邪魔なんだ。帰ってくれ。小次郎さん、いいから帰ってくれ。もうおっさん、野獣は何としろよ。ダメだダメだ、言ってくれ言ってくれ。ダメだ、立ち止まっちゃ。どちらの旦那、ここは身の回り任して、あっしはあの娘からいざぐざの裏を取りてんですが。ああ、いいだろう。おめえ安助の評判を洗ってくれ。この傘。お、父っつぁん、こいつ預かってくれ。頼んだぜ。彦次郎とおめえさんがお互いに惚れ合ってることは傍から見ても見当がつく。だがな、殺された安助がおめえさんたちの間に割り込んできたいきさつはどうも腑に落ちねえ。聞かせてくれねえか、そこいらあたりを。私、湯島の水茶屋で働いてるんです。あの男、前からお店に姿を見せては私に言い寄ってました。でも私には彦次郎さんが、だから相手にしなかったんです。そしたらこの間。この間？おじさん、俺よ、おめえに本気で惚れてるんだよ。なあ、おじさん、よ、おじさん、ちょっと待ちなよ。いつものようにうるさくまつわりついた挙句、思いがけないことを口にしたんです。お父っつぁんが。お前のお父っつぁんは誰も殺しちゃいねえ。濡れ衣だよ。俺は証拠を持ってる。それを知りたきゃよ、明日の晩じゃあな。こっちで。お父っつぁんが無実だっていう証拠を見せてください。ああ、見せてやるよ。だがまずその前に。証拠をな。惚れてるんだよ。なあ、おじさん。離して。
お父っつぁんが人を殺したっつったが、そのお父っつぁんの名前は？築地の乾物問屋北宮和助です。2年目金貸し殺しの。そうかい、お前さん北宮の娘さんか。俺らあの一件にはかかっちゃいねえが、お裁きが濡れ衣というのは穏やかじゃねえ。どういうことだ？もういい。お父っつぁんは俺はやってないって叫び続けてたけど誰も聞いちゃくれなかった。今度だって彦次郎さんがどんなに無実だと訴えても誰も相手にしてくれないでしょ。それがお上のやり方なら私は彦次郎さんにお父っつぁんの二の舞はさせないわ。させるもんですか？させるもんですか？2年前の金貸し殺し覚えてますよ。殺されたのは日本橋小船町の金貸し伝兵衛。まあ血も涙もない取り立てで陰じゃ鬼伝と言われた男で、殺されたと聞いても涙を流した者は一人もいなかった。下手人とされた北宮和助は急場のようで、この鬼伝から金を借りたのがつまずきのもと、雪だるまみたいにどんどん膨らんでくる金利に追われて、とうとう店を潰されてしまった。和助は鬼伝を恨んでね、酒を食らっちゃ殺してやる殺してやるとわめいて鬼伝の店に乗り込んで喧嘩沙汰になり叩き出されたこともある。鬼伝だ！殺してやる！鬼の伝だ！鬼伝が殺された晩、前後不覚に泥酔した和助が近くで見つかった。手には血まみれの合い口が握られていた。それだけの証が揃っていれば逃れる術はありませんね。で、和助は死罪に。まだ島で生きているはずだ。俺が天の弱かもしれんが、おあつらい向きに下手人が転がってるってのは気に入らねえんだ。第一、泥酔して意識不明のようなやつが殺しができるか？ひょっとしたら無実のやつを殺す羽目になったら寝覚めが悪い。そこで裏へ手回して罪一等を減じてもらうようなとこまでこぎつけたんだよ。お、これはここだけの話だよ。だが妙ですね。いや、こいつは偶然かもしれませんが、2年前の金貸し殺しの和助の場合と今度の安助殺しの彦次郎とよく似ておりますね。似てるな。安助、待てよ。安助。そうだ、鬼伝のところの手代に安助っていうのがいた。そうだ、安助って言った。安助が手代？まあとにかく評判はよくねえですよ。小銭のゆする宝は毎度のことでね、博打はするわ世間みてえな真似をして泣かした女の数は結構多いって言うんですから。以前金貸しの手代をしてたなんて話は出なかったかい？あれ、親分どうしてそれ知ってんです？で、その金貸しの鬼伝が殺された後にどさくさ紛れに証文を持ち出して叩き売りみてえに金に変えたのがバレましてね、後を継いだ親戚から追い出されて、それ以来敵の商兵衛からは縁が切れたってことなんです。でもね、親分、世の中には奇特な人がいますよ。長屋の鼻つまみもんで葬式なんか出すやつがいるのかなと思ったら、これがポーンと金包んで通夜から埋葬までよろしく仕切ってくれって大家に頼んでってやつがいるんです。誰だよそれさん？大家の見たところだと大店の旦那風だったって言うんです。通夜には顔を出すかもしれねえな。おいハジ、彦次郎の足取り追ってくれ。はい、わかりました。
私は薬種問屋白泉堂太平でございます。私に何か？仏さんには身寄りがねえって聞きましたが、どういうご関係で？若い頃商いのことで八十助の父親に大層世話になったことがございました。いずれ恩を返さねばと思っているうちに父親は他界し、子供の消息もわからなくなりました。それがつい最近やっと探し当てて、さあ会いに行こうと思っていた矢先、こんなことになりました。そうですかい。それじゃあ八十助が鬼伝の手代をしていた頃のことはご存知はございませんね。鬼伝といえば殺された。それは初耳でございます。まさかその事件に八十助が絡んでいたのでは？そいつを知りてえと思ってお伺いしたんですよ。親分、彦次郎の足取りがつかめそうですね。静かにしないか。いやね、その彦次郎があの仏さんをやりに行く前に立ち寄った屋台の親父がその連れの男の顔に見覚えがあるって言うんですよ。連れって彦次郎を誘った男か？もう一回顔見れば分かるって言うんですがね。そいつをたどってけば彦次郎が迷い込んだ白いもやも晴れるんじゃねえですか。ハチ、そいつはいけるぜ。どうもとんだお騒がせをいたしまして。あ、父さん、親分連れてきて。それで思い出したかい？いや、ここまで出てんですが。彦次郎に間違いねえんだろうな。彦さんは常連ですから。どんな様子だったい、その男は？まあ、どちらかといえば大店の旦那風で酒を盛んに勧めてましたが、彦さんがいつになく深酔いしちまって、その客彦さんを送ってやるって担ぐようにして出て行きました。親分、父っつぁんが思い出すまでちょっと一杯やりません？どうぞどうぞ。ハチ、その暇はなさそうだぜ。とっつぁん頼むぜ。親分、すいません。八十助め、どこへ隠しやがった。どなたです？俺だよ。平次には逃げられたが、親父は間違いなく仕留めた。派手にかき回したじゃねえか。探し物は何だい？小遣い銭に不自由したくなかったらいらぬ詮索はしないことだ。用があったらまた声かけてくれ。あたたたたたた。あ、姉さんどうもすいません。おい、うち見でこんなにいてんの初めてだ。で、親分、あの連中の狙いは一体何だったんですかね？親父の口を封じたかったんだろう。つまり八十助殺しのお調べがてめえに及んでくるのを恐れた奴の仕業に違いねえ。ああ、じゃあ彦次郎と一緒に飲んでたやつがホンボシで、彦次郎は身代わりに下手人に仕立て上げられたってことですか？
冴えてるじゃねえか。そうなると八十助は別な動機で別な奴に殺されたってことになる。でそこで気になるのは2年前の金貸し殺しだ。挙げられた下手人には誰が見たってはっきりした動機があるんだが、肝心の本人にはやったという記憶はねえ。こいつも似た話だ。ましてや両方に絡んでるのが八十助だ。八十助が富士に言い寄る時、親父さんの無実の証を握ってるっつったのは口説きの手立てじゃなくて本当のことだったのかもしれねえ。その証って何でしょう。さあ八十助を殺した奴の目当てがそれだとすりゃ、もう手に入ってしまった後かもしれねえな。とっつぁん大変だ。何？この先で女が殺されてる。どこだい？こっちだ。早く来てくれ。とっつぁん早く。お藤。お藤。彦次郎に逃げられたというのは本当か？申し訳ありません。あれほど目を離すなと言っただろうが。まったく見えすぎた誘いの騙しに引っかかれやがって。穴の開いたザルみてえに取った獲物を片っ端から逃がされたんじゃ。こっちは何のために苦労してんのか分かるしねえよ。マ七、奉行所から彦次郎を引き取りに来るまで身柄を預かる責任はお前になったはずだ。弥吉を責めるのは筋違いだ。どこへ行ってた？ええ、ちょいと着替えるつもりで家に帰ったらどっと疲れが出てそのまま眠っちまったもんで。何心配いりやせん。手引きしたのは色のお藤だ。女連れで逃げ回ってりゃ人目にもつく。すぐに捕まえてみせなさ。おう関吉。もうそれは必ず。申し訳ありません。平次、先ほどから黙っているが何を考えている？小娘一人の知恵じゃねえと思ったんですが、いやね、こいつがここに落ちたんさ。彦次郎を助けたければ力になる。木戸の開く頃地震盤の前で隠れてまでひいきより。清村旦那、こいつは是が非でも彦次郎を本干しに仕立て上げてやつがいるというこっちゃございませんがね。星は彦次郎ではないっていうことか？彦次郎を追いすぎてこの山の詮索が遠抜けばそれこそ相手の思うツボ。あっしは一つ心当たりの筋を追っかけてみます。こいつは一体どういうことで？今朝仏を墓地に送ろうと参りましたらこのありさまで。確か白泉堂の旦那ってお人がここに詰めてるはずじゃなかったんですかい？それが旦那の姿も見えません。気にしておりましたら先ほど使いの方が挨拶に見えられて、旦那は夜中に急用でお帰りになったそうで、夜分のことで私どもに声をかけるのも遠慮したが、延べの送りにも立ち会えぬすまぬとご丁寧な口上で。じゃあ旦那が帰った後で空になったところを荒らされたってことか。この探し方から見ると書きつけのようだな。あ、前田、八十助が日頃特に大事にしているものありませんかい？まあそ値打ちのあるもんじゃねえと思うんですがね。さあ、白泉堂の旦那さんにもそっくり同じことを聞かれましたが。白泉堂？その時にも思い当たることはないとお答えしましたが。そうですかい。私
また降ってるんだ。傘持ってくれなかったですね。ご心配なく。傘といえば。あの蛇の目だ。蛇の目？はい。ついこの間、町内のことでここに参りましたとき、ちょうど今のように雨が降ってきたのです。あ、傘借りるぜ。ダメだよ。こう抜けたらダメだ。おい、傘風呂抜かせダメなんだよ。たかが蛇の目の一本にしてはどの過ぎた剣幕で危なく喧嘩騒ぎになるところでした。いつもここにかけてあったんですが。蛇の目。蛇の目。あの蛇の目、まだ弥吉とっつぁんのところにあるはずです。菊村の旦那、これよ。お、借りてくぞ。いいでしょう。目分量でやっていないだろうね。どこへ安助は隠してるんだ。見落としたところはないはずだ。あの晩蛇の目だ。あの蛇の目だったんだ。五両。蛇の目傘を自身番から取り戻しちゃうんだな。よし、俺が行く。おう、辰島さん、行くぞ。あの男大丈夫か？腕は立つ。おう、センター。彦次郎たちの行方を押さえたか？ええ。人目を下げて逃げ回ってるんで、後をつけるのに苦労しましたがね。やっと着くところをつきました。どこだ？言ってもいいんですかい？こちらの旦那に頼まれた仕事だ。どこだ場所は？亀戸のやはり同業の傘屋五助というじいのところです。すまねえ、迷惑かけて。何、あんたの親父さんとは兄弟同然の付き合いだったんだ。水くさいんだよしな。江戸を離れるにしても暗くなってからの方がいい。それまでゆっくり休んでおくことだ。腹ごしらえでもしてな。お前まで巻き込んでしまって
後悔はねえかい？あのままあんたと生き別れになったらその方がどんなに後悔するかわからない。そんなことなら死んだ方がましよ。お藤。あ、父さん、傘出してくれ。傘？雨上がったようですが。じれってえな、俺が昨日預けたろ。ほら蛇の目だよ、やそすけの。ああ、あれは菊村様にお貸ししちまって。なんだと？あれ証の品だぞ、おい。だって親分さんも八さんもそんなこと言わなかったから。それに親分さん、さっきも八十助の身内だというのが傘を引き取りに来たんでね、菊村様の手元にあるとお教えしました。ひょっとしたらもうそっちの方へ渡っているかもね。どんなやつだったい？浪人者で。いけねえ。菊村の旦那が危ねえよ。おはじ、おめえはここで待ってる。どっかお悪いんで？それは八十助の傘だな。身内のものだ。返してもらおう。八十助のそんなことは聞いてないが、必要なら返さんでもない。地震盤まで同行して手続きをしてもらおう。それとも腕ずくで取るか？ヘイゼ、奴らその傘が目当てのようだった。こいつは2年前に殺された鬼伝から700両借りたって証文だ。借り主は薬師問屋白泉堂太兵衛。べったりついてんのは血だな。八十助が証拠と言ったのがこれなら、鬼伝を殺した下手人は白泉堂太兵衛。八十助を殺したのもこの証拠を取り戻そうとした太兵衛の仕業だ。彦次郎はやはり無罪か。旦那、彦次郎と藤井早く探し出さねえと命が危ねえ。どこへ隠れやがったんだろう。おう、皆野、彦次郎と藤井の行方つかめたかい？目星をつけたら足を片っ端から当たっていたんだがな。みんな外れだ。10箇所。10箇所もだぞ。10箇所ですよ。なんだおい、消えてねえ名前が一つあるじゃねえか。亀戸の小助。これね、明日に回そうってことになりましたね。なぜ東郷さんしょ。親分もう歩くの嫌。お、皆野、おいらが代わりに走らせてもらうぜ。明日まで伸ばせねえ差し迫った事情になってきたんでな。旦那、お手配頼ます。一体どうしたんでしょうね。わからん。わからんが一つだけ確かなことは、箕輪の万吉、体力の限界。ひとまとめにしてその辺りにしまっておけ。またあったな。おととい屋台だった。あんたなら知ってるはずだ。あの後俺はどうなったんだい？俺は人を殺してなんかいない。あんたならそれが証しできるだろう。できるともさ。お前は誰もやっちゃいない。八十助を殺したのはこの私だ。事の始まりは2年前だ。鬼伝という金貸しから借りた金の返済に行き詰まって店から家屋敷何もかも巻き上げられる羽目になった。お藤さんとか言ったな。お前の親父さんの二の舞だ。だが抜け出す道は一つだけ。鬼伝を殺したいほど憎んでいる奴はたくさんいた。俺の身代わりにその一人を選んだんだ。
金を返すと持ちかけて俺の証文を蔵から持ち出させた後殺すところまではうまくいった。旦那！旦那！旦那。俺は安助がそのまま自身番に走ると思った。しかし悪知恵の回る野郎だ。どさくさに紛れて押し込みのおこぼれを懐に入れようと思いつきやがった。安助のおかげで俺の証文は出なかった。だがな、酔いつぶれて血まみれの合口握った男が下手人として捕まった。お父っつぁんを下手人に仕立てたのはお前だね。秋田兄！何とでも言え。生き残ったやつが勝ちなんだ。安助も古い証文持ち出して俺をゆすったりしなけりゃまだ生きていたろうに。今度もおあつらい向きに安助を殺したいほど憎んでる男がいた。酒に薬を混ぜて朝まで眠ってもらう手口は2年前に試し済み。約束の5両、証文は？まあ待ちなって。そして安助は始末した。下手人の身代わりもお膳立てができた。ところがちょっと筋書きが狂ってね、証文が見つからない。御前儀に幕を下ろすためにはここで一つ下手人に死んでもらわなきゃならなくなった。自身番破りの果てに追い詰められて心中。うまくできた筋じゃないか。矢田部。ええ。男からだ。てめえらが生き残るために手立てを選ばねえ野郎がのさばっちゃ世の中真っ暗闇だ。この平次の目の黒いうちはそんな非道を通すわけにはいかねえ。ございたな。神妙にお名を頂戴してくれ。
お嫁さん。お藤さん、これでおめえさんのとっつぁんも島から帰れる。世の中雨の時もありゃ晴れる日もあるさ。彦次郎さん、お藤さんをしっかり掴んで離すんじゃねえぞ。なんだよ、待っててくれたのかい。お前さん。おい、ハジ。すいません。よし、行こうぜ。あら助かったちょうどいいあやいなさとしゃれ込もうじゃないか若い頃思い出すよ俺ねこっちに来てんだよダメだちょっと親分俺こっち甘いもの美味しいとこ見つけたよ俺おごるよ